なぜ頂点を極めた人々が生涯の死として振幅したか。こんにちは、人生学校です。今回の1万円本は中村天風著新年の奇跡です。日本経営合理化協会様からたくさん出ている1万円本シリーズの天風先生の最新本です。416ページ。なかなか存在感のある本でございます。まず最初に言わせてください。この本、全員購入いただきたい。天風先生1万円本の集大成と言えるような本当に素晴らしい本です。もし読めた場合はコメント欄に感想いただけると嬉しいです。現在世界中に驚きと明るい話題を提供してくださっている大活躍の大谷翔平選手も天風先生を推薦されているんですよね。実際にこの内容を実践継続できるようになるために最低7回以上聞けると良いですよ。では早速人生学校的究極の目次から。1、始終死生観を自分の頭の中にはっきりと。2、死んだところからスタートする。3、連想暗示法。4、命令暗示法。断定暗示法。5、内政検討。暗示の分析。6、がむしゃらでファイトでいけ。真心でベストを尽くす。7、感謝一年。嘘でもいいから感謝する。8、クンバハカ密法。9、霊体本位で生きる。10、安城太座密法。11、高級な観念を抱く。ではそれぞれ具体的に見ていきましょう。1、始終死生観を自分の頭の中にはっきりと。天風先生は言います。油断も隙もないのが人生だということを考えたとき、我々は始終死生観を自分の頭の中にはっきり持ってなきゃダメなんだ。そうじゃないといざっていう時に慌て腐っちゃって命を落としたり、もっと幸福に生きられるのに自分を不幸にしちまうことがあるからね。率直にまず言いたいことは、人間はよほどの諦めのできている人間以外は誰でも死ぬということを恐れます。あなた方も恐れないはずはないと思うけれども、どうだい？ちなみに天風先生の奥様は死ぬ2時間前に自分が死ぬということをどうやら自覚されたようで、その時天風先生にこのように言われたそうです。長い間お世話になりましたが、お先に行ってお待ちしますわね。その時天風先生は言いました。ああ、先行って待ってろ。どうせ俺も後で行くんだから。今、いい気持ちだろ？本当に安らかないい気持ちです。もう間もなく行くからね。待ってなさいよ。奥様の手を握ってそのように言ったのですね。それはもう安らかに死を恐れずに旅立たれたそうですが、その時天風先生はこう思ったそうです。ああ、人間の最後はこれでなきゃいけない。2、死んだところからスタートする。天風先生の師匠であるインドの大聖者カリアパ先生がある時このように言いました。お前さんはあれだね。随分死ぬことを気にしてるらしいが、なんでそんなに気にするんだい？気にしないでいられませんよ。こんなに気にする人間じゃなかったんですけれど、病気をしちゃってからとっても気になるんです。気にしても死ぬよ。気にしないでも死ぬよ。それ、お前はわからないかい？ただ今死なないから、ずっと死なないような気楽な気持ちが心の隅にありゃしないかい？どっちにしても死ぬということが決まったことなら、死にもしないうちから死ぬことを考えるのは無駄以上の滑稽じゃないか。またある時カリアッパ先生はこのようにも言います。もうこれでダメだ。これでおしまいだ。もう死ぬんだろう。と思うような気持ちを感じたことはあるかい？それはもう何遍もあります。それだからこそ余計に死ぬことがおっかないんです。そしたらカリアッパ先生が天風さんの顔をじっと見てこう言ったそうです。その時お前は死んじゃったと思えないかい？思ったらいいじゃないか。もうダメだと思った経験から何遍でも浮かび上がってきているために浮かび上がったことだけを考えている。その時死んじゃったと思えないかい？すると現在こうして生きていることが何とも言えない感謝以上の不思議に考えられやしないかい？どうだね？死ぬことは何も知らないでよく寝ている時と同じじゃないか。だから毎晩寝るのは死ぬのと同じ状態をある時間の間やっているだけのことなんだ。やがていつかは永久に目が覚めない死というものへの予行練習を毎晩やっているようなもんだ。リハーサルをやってるのと同じじゃないか。もっとはっきり言うと、地球上の生きてる人間は毎晩死んで毎朝生き返ってると言っていい。死ぬということは命が生きていない眠りで、眠るということは命が生きているということだけの相違なんだ。けれども寝ている人間は自分が生きていることも生きていないことも知らない。この真理を聞いて鳥肌がね、立つような感覚が出たんですよね。天風先生は言います。あ、今死ぬなんてことはないよ。寝る時も、あ、今寝ちゃったっていうのがわからないのと同じなんです。それまでの私は自分の人生を生を重点としてのみ考えていた。それで人生観があるいは死生観ができると思っていた。それが断然間違いの始まりだと悟りが開けたんです。人生は死を重点として
して考えてこそ、死生観が徹底するってことに気がつかなかった。これは大事なことだから、よく考えなさいよ。生を重点にするとね、生に対する執着念が盛んに燃え出すんです。しかし、死を重点とすると、今こうして生きていることのありがたさをしみじみと感じられるんだよ。死んじゃったらどうしようというのがあなた方なんだ。よく考えてごらん。死を恐れるのなら、生まれる前はおっかなかったかい？生まれる前、知らねえじゃないか。それと同じように、死んでからも知らねえんだもん。生きてることのありがたさをしみじみと感じて生きると、死というものを恐れなくなるんです。生きてることのありがたさを感じないで、死ぬのは嫌だ、嫌だ、というのは、生が重点となってる。3、連想暗示法。ともかく心の中をきれいにしておくには、この連想暗示法を素直な気持ちで毎晩やればいいと言います。そうすれば潜在意識の中が自然と良い状態に切り替わるというのですね。寝ながらできるめちゃめちゃ簡単な方法です。どうやるかというと、頭を枕につけたら、清く、尊く、楽しく過ごすようにします。たったこれだけなんですね。具体的に言うと、まるで磨きたての真珠を薄絹に包んだような、綺麗な気持ちで寝るんです。もっと具体的に言うと、世界中で私が一番に善良で、人格者で、世界中で一番理想的だというように考えて寝てごらんというわけです。そして考えれば考えるほど何とも言えない心よさを感じて、考えれば考えるほど楽しいことだけを考えます。天風先生は言います。嘘でもいいんだ。嘘でもいいんだったら何かしらあるだろう。人に言えないことだっていいんだよ。4、命令暗示法、断定暗示法。天風先生はあと2つ自分に暗示を与える方法を教えてくださっています。それが命令暗示法と断定暗示法です。どうやってやるかというと、顔を鏡で映して眉間のところをじっと見て、お前は心が強くなる。お前はもっと元気が出る。というように自分がこうありたいと思う積極的な言葉を真剣な気持ちで命令的に自分に言い聞かせる方法なんですね。ちなみにたった一言でいいんです。ポイントは一度に数多くの事柄を命令しないです。効果を確実にするには1回1項目に限ることがポイントなんですね。一度命令し始めたら、その命令したことが自分の精神に具体化するまで続けることがポイントという風に書かれています。そしてこの効果をさらに高めたい時にできると良いのが断定暗示法です。断定暗示法は目が覚めた時に行います。寝る前に自分に命令したことを今度は起きた時、私は心が強くなった。俺は元気が出た。というようにすでに具体化された言葉でつぶやく方法です。さらに寝る前と起きた後だけでなく、さらに昼間何かで心が崩れて元気がなくなったような時は、もう一遍鏡の前に行って、お前は心が強いというように自分自身を叱咤激励するとより良いそうです。5、内省検討、暗示の分析。天風先生は積極と書いて積極と読むのですが、この積極的精神を作る方法のまず第1番目は、自分が現在思っていること、考えていることが積極的か消極的かということをあたかも第三者になったつもりで試験官になって自分自身の気持ちを冷静に検査することなんですね。これを内省検討と言います。もし消極的な心、つまり怒り、悲しみ、恐れ、妬みなどを感じた場合は、それを颯爽たる勇気を持って心の中から追い出すようにします。ちなみに消極的な心が出てきた時には、しまったという風に思っちゃいけないよと言います。そう思うと心はますます暗くなってしまうからですね。これは本当の自分が考えているんじゃないと否定してしまえばいいと言います。ちなみに1度や2度でこれはできるものではなくて、倒れたら起きろ、転んだら飛び上がれっていう風に何度も何度も繰り返しやっていると積極的に変わっていくと天風先生は言うわけです。もう一つが暗示の分析です。これは他人の消極的な言葉や行動に自分の心を同化させないようにすることです。つまり積極的なものは受容して消極的なものは受容しないように拒否するようにするのです。6、がむしゃらでファイトでいて真心でベストを尽くす。天風先生はどんなことをするときでもどんなことを言うときでも本心、良心の咎めを受けないように行動をしなさいよと言います。どんな人でも人にすまないことをしたり傷つけるようなことを言ったりするとなんとなく後ろめたさを感じるものですよね。嘘をついていい気持ちがしたり悪いことをして心から晴れ晴れとした気持ちにはならないものです。これが本当の人間の心というわけです。だからこそたった今いい気持ちがあるかどうか、そのいい気持ちでベストを尽くす、これをがむしゃらでファイトでいけと天風先生は言うわけです。ガムとは我をなくすという意味ですね。つまり真心でベストを尽くすということなんです。7、感謝1年。嘘でもいいから感謝する。嘘でもいいから嬉しがる。嘘でもいいから感謝する。嘘でもいいから喜んでみる。人間の心は一度に2つは発動しません。つまり喜びながら同時に悲しむや悲しみながら同時に喜ぶことはできないのですね。
楽しいと思う心の中には、辛いとか苦しいとかいう心は同居できないのです。だからこそ天風先生は、何でも満足と感謝に振り返るんだよ、というわけです。例えば、財布の中に3万円を入れて買い物に出かけて、家に帰って財布の中を見たら1万円になっていました。こういう時に、大して必要もない買い物をしちゃった。3万円持っていたのに2万円使っちゃって1万円になっちゃったよ、などと言わずにニコッと笑って、まだ1万円あるって言うんだよ、と天風先生は言うのです。つまり、何でもマイナスの方面から考えたら、本当に感謝するようなことがあっても感謝できません。マイナスの方面を考えたらいくらでもありますからね。例えば空気にはウイルスがいるから空気吸うの嫌だよねって空気に文句を言うことだってできます。それよりプラスの面を見て吸える空気があってありがたい。これが本当の命の生かし方なのかもしれません。ただ、いきなり感謝しようと思うと簡単ではないですので、何事も感謝に振り返る準備としては、まず怒らない、恐れない、悲しまないこと、そして正直、親切、愉快にということを意識できると良いと言います。ことあるごとに出てきてしまう不正直、不親切、不愉快を変える必要がある。そして何より普段使う言葉が大事と天風先生は言うのです。運命や健康を悪くしている人は言葉の使い方に全て原因があるとも書かれていましたね。天風先生は言います。困った、弱った、情けない、悲しい、腹が立つ、助けてくれ、あいつが嫌いだ、もうどうにもならんというような勇気も出なきゃ気分も引き立たないような言葉を平気で使ってないかい？逆に尊い知覚を持って生きている人は常に自他の運命を建設する言葉、聞くに従って愉快を感じる言葉、善意のこもっている言葉、そういう言葉のみを使っているというわけです。天風先生は言います。良い言葉、気高い言葉、勇気ある言葉といった積極的な言葉が口から出る刹那、もうその人は神のような尊さを表現しているんです。8、クンバハカ密報、ああ恐ろしい、ああ心配だというような気持ちで心が暗くなるような時は肛門をキュッと締めなさいと言います。そうすると感情や感覚の衝動、ショックを軽減することができるからですね。そして肛門をキュッと締めると同時に肩を緩めます。さらにへそを中心としたお腹にグッと力を入れます。これがクンバハカの姿勢なんですね。感情や感覚の衝動ショックを日に何千回も受けるたびに下腹に力を入れて肛門をキュッと締めて肩を下ろします。たったそれだけのことを怠らずにやっていればいいんだと言います。ちょっと油断すると背中が丸くなるので、まっすぐまっすぐというアドバイスも書かれていましたね。9、霊体本位で生きる。お前とは何だ？この質問をカリアッパ先生から受けたとき、天風さんは中村です。などと答えて、お前は思ったよりバカだな。などと言われて、何度も同じ質問を受け、何週間も考え、この時の天風さん、答えに行き継がずにいたのですが、ある時、ついに答えを言い当てるのです。さあ、あなたも考えてみましょう。あなたとは一体何ですか？その答えは、霊魂という目には見えない気、心の生き方を肉体本位にしていると、物質的な拘束に縛られてしまうというのです。そうすると、何事も足らないという悩みを感じて、不平と不満とに心が燃えてしまいます。そうすると、たとえ世界中のお金をもらったとしても、満足しないというのですね。そしてこの霊体本位で生きることができるようになる方法が、次にご紹介する安城太座密法なんですね。10、安城太座密法、安城太座法とも言いますが、これは自然に霊的境地にふーっと入るための方法です。これめちゃめちゃ簡単で、ブザーの音が鳴っている時に、その音をただ一心に聞けばいいのです。そしてそのブザーの音がさっと消えた瞬間が、心が肉体を思わず、心の動きを思わない、無念無想の状態になります。ただ、人によっては無念無想の状態は瞬間で終わってしまうそうです。ですが、これが慣れてくると、2秒、3秒、5秒、時には1分も2分もその境外でいられるようになってくるそうです。天風先生は言います。とにかくブザーの音が絶えた瞬間の無念無想の境外を味わってごらん。せっかくなのでブザー音を流しますね。これから流しますので音量注意してくださいね。3、2、1。この特別な境界に心が置かれた時に、スーッと宇宙本体の生命の中へと自分の生命が引きつけられるように入らせられてしまう状態になると言います。この状態の時は宇宙本体と人間の生命がピタリと結び合わされた時なので、宇宙本体の持つ万能の力が自分の生命の中にも分量が多く分かち与えられるというのです。天風先生は言います。こういう極めて簡単明瞭な方法で命を襲う敵とも言うべき病や不運というものから極めて安全なところへ自分の命を移し替えることができる方法を今まであなた方は知らなかっただろう。心の方は働きを止めようと思っても止まらない能動的なもんだから、
絶えず何かを思って考えようとする傾向があるんだ。だから時々ひょいひょいっと無声の境地へと心を移してやるだけで、精神生命の疲労が防げて、科学的に言えば神経系統の生活機能もくたびれない。我々の命を保つためにいろいろな作用を行っている神経系統の生活機能が疲れずに働いてくれたとしたら、これまた求めなくたって丈夫になるのは火を見るより明らかだろう。現在体が悪い人や運命のままならない人は、しばしばこの暗情を打座してると、心の方に自然とそれを打開する力が生じてくるようになるんだから、学生なんか考えても考えきれないような問題に直面した時は、考えるのはやめて暗情を打座するんだよ。ない知恵を出す必要はないんだ。いや、ない知恵は出ないんだ。それをない知恵を一生懸命出そうとするから苦労しちまうんだよ。ところが暗情打座してると、なかったはずの心の袋の中に宇宙の根本主体の H が入ってくるんだからね。中1、高級な観念を抱く。天風先生は欲を否定せず、大いに欲を出しなさいと言います。欲をなくすことはできないからですね。そうは言っても、低俗な欲を持ちなさいと言っているわけではありません。あくまでも高級な欲求を持ちなさいよというのです。なぜなら、高級な欲求は低級な欲求を抑えて整理して投与する力があるからなんです。すると人生を向上させてくれます。例えば、向上欲とか改造欲などは一段高い高級な欲求心と書かれています。つまり人間は欲は捨てられないけれども、低級な欲求が発動するか、高級な欲求が発動するかの違いなんですね。高級な欲求を持つことで、自然に低級な欲求は減ってくる仕組みがあるというわけです。欲をなくす努力をするより、高級な欲で上書きしてしまえば良いのですね。そして普段から高級な理想や高級な観念で物を考えるようにすると、さらにいいのだそうです。例えば、ある有名なバイオリニストが弟子にバイオリンを教えるときにいつも言っている言葉があるそうです。それは何かというと、一人で稽古しているときも、ステージで弾くときも、自分を世界で一番のバイオリニストだと思って弾きなさい。今までは先生が世界一だったけど、今は自分が世界一だというつもりで、天風先生は言います。うぬぼれも一種の動かざる真理を持って組み立てられたら信念になる。いろいろ教えたけれども、結論は始終自分の気持ち、心持ちを高級な欲望で高級な方面へ振り向けることに一生懸命習慣づけなさい。ということで終わるわけなんだ。おまけです。成就したかのごとく想像して描く天風先生の力強い言葉をお送りします。希望が成就した状態を成就しなくても成就したかのごとく想像して、強くそれを自分の思考の中に始終はっきりと描き出しておく。そうすると、あえてこうしようと思わなくても、あなた方の生命の中にある高級欲望の圧力が予想外に熾烈になるがために、必ずや奇跡的な効果が現れてくる。わかったかい？公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。潜在意識を書き換えて望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料で手に入れたいという場合は、動画下にある概要欄から公式 LINE に登録して、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルでは、あなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、成功するために必要な本のまとめなど、有益な情報と感じるものだけを厳選して、できる限りわかりやすく約1週間に1本配信しています。低評価、高評価ボタンを押していただけるととても励みになります。また一番大切に思う友達に共有ボタンで教えてあげられると喜ばれるかもしれません。今回取り上げた新年の奇跡には、ご紹介した内容以外にもたくさんのエピソードを交えて深い教えがたくさん書かれています。少しでも興味のある方はぜひ手に取って読んでみることをお勧めします。次回は準備が整った人に奇跡はやってくる。あなたの毎日が好転する15の方法をあなたの人生で実際に活かせるように究極にまとめてみます。楽しみにお待ちくださいね。興味のある場合はチャンネル登録とその隣のベルマークボタンを押しておくと新しい動画の通知が届きますので見逃さずに便利ですよ。そしてメンバーシップ動画では3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上がたった本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。興味のある場合は一度覗いてみると良いですよ。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは本当の信念を持つことで望む人生に近づくことが必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。